皆さん、こんにちは、エマです。優しい日本語でお届けする日本文化ポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私は今日お仕事がお休みなんですけれども、皆さん、私と同じようにお仕事が休みの方いらっしゃいますかね？今日は皆さんに一つ聞きたいことがあるんですけど、皆さんお仕事がお休みの日、何をして過ごすことが多いですか？きっと友達と遊びに行ったり、あとはお菓子を作ったり、何か皆さんの趣味ですね。映画を見たり、ドラマを見たりすることが多いと思うんですけれども、私は趣味の一つであるゲームをよくします。皆さんもゲームしますかね？私は小さい頃から本当にゲームが好きなんです。お兄ちゃんが2人いるので、よくね、小さい頃からお兄ちゃんとゲームをしていた名残で、今もゲームをすることが多いです。皆さん、ゲームをする方、どんなゲームが好きですか？日本でできたゲームの中で好きなゲームはありますかね？今日は日本で有名なゲームの会社、任天堂についてお話ししていきます。皆さん、任天堂はきっとご存知だと思います。とても世界中で人気な有名な会社ですね。今日はそんな任天堂の歴史だったり、人気なゲームですね。私が大好きなゲームについてもお話ししていくので、よかったら皆さん楽しみながら日本文化について学んでいってくれると嬉しいです。では、早速始めていきましょう。では、早速お話ししていくんですけれども、皆さんまず、任天堂と聞くと、どんなゲームが思い浮かびますか？きっと皆さん、任天堂スイッチが思い浮かんだ方、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。任天堂スイッチは、本当に世界中で有名な、世界中で人気なものですね。なんですけれども、実はこの任天堂、もともとはこのような任天堂スイッチのようなゲームの機械を作る会社ではなかったって知ってますか？私はこの動画を撮るためにそのことについて調べるまで全く知らなかったんですけれども、任天堂は実はもともとはカードゲームを作る会社だったんです。皆さん、カードゲーム何かわかりますかね？例えばトランプなどですね。トランプはカードゲームの一つです。そして実はこの任天堂初めて作った、カードゲーム、それは花札と呼ばれるものでした。花札。皆さん初めて花札という言葉を聞いた方がたくさんいらっしゃると思うので、まずはその花札についてご説明していきます。花札は日本でとても伝統的な、カルタの一種なんですね。カルタと呼ばれるのは、日本のカードゲームというふうに思っていただいて大丈夫です。そして花札はそのカルタの一つなんですけれども、この花札はどういうものかというと、花の絵が描かれているカードなんですね。カードに花の柄が描かれています。そしてこの花の柄は1年って12ヶ月ありますよね。この12ヶ月を表す風景の絵ですね。お花の絵を描かれたもの、それが花札と呼ばれます。私はそんなに花札をしたことがないので、ルールは全然わからないんですけど、私のおばあちゃんやおじいちゃんの世代ですね。その頃はとても人気だったそうです。そしてこれは本当に昔に作られたもので、私が生まれるもっと前ですね。きっと皆さんが生まれるもっと前です。1800年代なので、かなり前にできたものなんですけれども、その後に皆さんがご存知のトランプも作られるんですね。
実は任天堂はトランプを作った日本初の会社だと言われています。日本で初めてトランプを作った会社だったんですね。このように、任天堂は今のような機械のゲームではなくてカードゲームを作る会社でした。そしてこの会社が後々は今のようなゲーム機ですね。ゲームの機械やゲームのソフトを作るようになります。そして1970年代から1980年代にかけてビデオゲームという新しいエンターテインメントの形が生まれました。ビデオゲームはテレビに映ったゲームですね。きっと皆さん馴染みのある方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も小さい頃からよくビデオゲームを家族と一緒にしていました。例えば皆さんしたことがある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、例えばファミコンと呼ばれるゲームも任天堂のものですね。ファミリーコンピューターというゲーム機が昔にできました。私はファミコンができた時まだ生まれていなかったのでやったことはないんですけれども、私の父や母はよくファミコンをしていたと言っています。この後は DS、Wii、そして今のような Nintendo Switch ですね。そんなものにどんどん進化をしてきたんですね。きっと皆さんスイッチを持っている方は本当にたくさんいらっしゃると思います。私の家にもスイッチがあって、私はね、よくスイッチが出た当初ですね。スイッチが出た初めの頃、本当によくしていました。そして皆さん、なんでここまで任天堂が人気だと思いますか？任天堂は本当に世界中で有名だと思うんですけれども、これは老若男女問わず人気なものですよね。老若男女。任天堂は本当に、世代を問わず人気なものなんですけれども、なんでここまで人気だと思いますか？皆さんちょっと考えてみてくださいね。任天堂がこんなにも人気な理由。私的にはそれは、どんな世代の人でも簡単にできるからだと思うんですね。どんな世代の人も楽しめるから。例えばおじいちゃんやおばあちゃんの世代だったり、本当に小さい子の世代ですね。みんなに楽しまれる。そんなゲームだからこそここまで人気があるんだと思います。例えば難しいゲームもあれば、子供でもできるような簡単なゲームもありますよね。そして映像もとても綺麗なので、やっている人以外にも見ている人も楽しめるようなものがたくさんあると思います。そして何よりもみんなで楽しめますよね。みんなで例えばマリオカートとか、したことある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。マリオカートは車を運転するゲームですね。これでレースで競うんですけれども、私もこのゲームをお正月に親戚と集まってみんなですることが多いんですね。このように本当にみんなで楽しく遊べるからこそ人気なんだと思います。そして今私は例に、マリオカートを挙げたんですけれども、皆さん任天堂と聞いたらどんなゲームが思い浮かびますか？今私が言ったようにマリオ思い浮かんだ方たくさんいらっしゃいますよね。そして私が一番のお気に入りの任天堂のゲームは動物の森です。動物の森。これは私、小学生の頃からしていたゲームなんですけれども、今も任天堂スイッチでたまにしています。このね、動物の森は本当に面白くて、不思議な住民、不思議な動物と一緒に生活をするゲームなんですけれども、例えば果物を育てたり、魚を釣ったり、虫を捕まえたり、化石を掘ったり、そんな風にして楽しむゲームです。すごく穏やかなゲームなので、
小さい頃からおじいちゃんやおばあちゃんの世代までみんなが楽しめるゲームですね。皆さんも動物の森好きな方、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ここまでですね、任天堂の人気な、ゲームだったり、なんでここまで任天堂が人気なのか、そして任天堂の歴史、そんなことについてもお話ししてみたんですけど、皆さん、今、任天堂と聞くと何か一つ思い浮かぶことありませんか？それは USJ です。皆さん、USJ という言葉わかりますか？これはユニバーサル・スタジオ・ジャパンの略なんですけれども、この USJ、スーパー・ニンテンドー・ワールドというエリアができましたよね。結構前、何年か前にできたものなんですけれども、実は私も行ったことがあって、本当にマリオの世界なんですね。マリオの世界がそのままできています。そして最近確かドンキーコングのエリアもできたというふうに聞いたんですけれども、皆さん行った方いらっしゃいますかね？私は最近 USJ に行っていないので行けていないんですけれども、でもそのマリオの世界に入った時は本当に感動しました。今までその任天堂のゲーム、任天堂スイッチや任天堂 Wii だったり DS だったり、そういうところで楽しんでいたあのゲームの世界に入り込むことができたんですね。これは本当に夢のような世界でした。そしてこのエリアはゲームと同じように子供からおじいちゃんやおばあちゃんの世代までどんな方でも楽しめるようなエリアになっています。こうやって聞くと本当に任天堂って素晴らしいですよね。どんな人にも楽しんでもらえる。みんなに、世界中のみんなに、好きになってもらえて幸せになってもらえる。そんなゲームの会社が任天堂だなというふうに感じます。ここまでお話しして、きっと皆さんには伝わっていると思うんですけど、私は本当に任天堂のゲームが大好きなんですね。ゲーム自体ももちろん好きだけど、その中でも任天堂のゲームは大好きです。任天堂のゲームをすると、家族でみんなで楽しめたり、もちろん友達とも楽しめたり、本当に素晴らしいゲームだなと思います。皆さんの好きなゲーム、任天堂の好きなゲームですね。もしあったらぜひぜひ教えてくださいね。そして皆さん、もし任天堂の他にもどんなゲームをしているか教えてくれるととても嬉しいです。私は任天堂以外のゲームだと COD ですね。Call of Duty をすることがとても多いです。ああいうなんか戦う系のゲームがとても好きなんですけれども、皆さん同じ方いらっしゃいますでしょうか？もし皆さんのおすすめのゲームがあったら、ぜひぜひ教えてくださいね。そしてもし今日私がお話しした USJ の任天堂ワールドですね。もし気になる方がいたら、ぜひ日本旅行に来た時に行ってみてくださいね。では今日はこんな感じで私の大好きなゲーム、任天堂のゲームについてお話ししたんですけれども、いかがでしたでしょうか？楽しんでいただけましたか？もし今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。そして皆さんもし他にも聞きたい日本文化のお話があったら、ぜひぜひコメントでリクエストしてくださいね。では今日も本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。